チェンバーボーン。アップデート7。大量生産される食料を格納するため再開発でがっつり倉庫街を建設した我らがビーバー。続いて水路の段差をミスった奥の窪地の再開発に着手。最適化された緑地を使って新たな建造物の建設に取り掛かるぞー。さて開発再開する前にパワーアップした PC を再インストールしたので、各種設定を確認。画面の移動や回転の速度も撮影しやすくカスタマイズ完了だぜ。これでもっとビーバー増やせるね。ハード難易度じゃ水が足りなくて無理だろ。それでは開発再開だ。整地作業に取り掛かれー。うじゃうじゃビーバーたちがせっせと爆弾設置。あれ？お前らなんか尻尾の模様おかしくない？やっぱり設定した覚えのない模様だよ。ゲーム再インストールした時におかしくなっちゃったようだな。これは下り。私の愛らしい顔のカスタムパターンがなくなってる。もともと可愛くはないだろ。ひどい？そして消えたカスタムパターンをどうするか悩んでいると悪潮警告発令。干ばつ明け4日目か、今回も大して貯水できなかったな。で装飾アイテムは移設して新規でずらー。お、消えた装飾パターンが無事見つかったようだな。いやーそれが、これしか見つかりませんでした。この野郎、これ悪意しか感じねえぞ。いやマジで見つからなかったんだって。じゃあ作り直せよ。めんどい。畜生。怒りの葉っぱだこの野郎。ああ、私の葉っぱのセリフ取らないでよ。じゃあもっと可愛い顔にスタンプ差し替えろよ。めんどい。変なところでエコ字だな。さていい感じに緑地化できたしここには何を作ろうかな？農場跡地だから農場かな？まずはマングローブの植林を再開。規模が小さいから全てのビーバーが満足できそうにないぜ。こりゃ他の水路も同じようにした方がいいかな？この辺なんかを埋め立てて、マングローブ栽培に適した水位にするのがいいかな？貯水量は減るが貯水池の方に溜まるから、一応やれそうな感じはするな。でもそうなると一段低くなってる下流の植林場の地面の高さと水位が一緒になっちゃうね。やってやれないことはないが、面倒な工事になるぜ。いっそ節水も兼ねて、ここの植林場自体をなくすのも良さそう。ここの水路潰せるなら貯水も増えるし蒸発も減らせるな。じゃ取り潰しで減る丸太を確保するため、この作付け忘れてた地下農園に植林しましょ。作付け忘れてるどころか地下への移動経路すら作ってねえ。まずは管路の敷設からだな。あいよ。てなわけで管路駅の前に森板の詰め所を設置して、職員が地下で作業できるルートを作成。地下に通じる穴が開通。さあ地下に通じる管路を敷設だ。ああそうだ、地下水路横の緑地化成功したところ、まだ手をつけてなかった。生産量は大して増えないだろうけど、使えるもんはしっかり使わんともったいないぜ。微妙に森板の範囲に入らぬ。森板高さ制限で奥に立てれないのがネックだぜ。さてこっちの森板はしっかり地下が範囲に入ってるかな？問題なく広範囲をカバー。よしこれでここでも植林できる。と思ったけど高さ制限で木が植えられなかったので、こちらはベリー農園となりました。結局植林できてねえじゃねえか。てへ。完成した尻尾装飾マシーンに群がるビーバー。ビーバーの幸福度がアップするのは嬉しいが、私のアヘ顔が拡散されるのはなんかもやるぜ。などとマリサのアヘ顔が拡散される中、ワルシオ23日が到来。これくらいの日数ならまあ楽勝だな。ただいまの貯水量は、ご覧の通りでございます。満水には程遠いが効率悪そうだった水路も修正工事したし、多少は水に余裕できるかな？お前、暇そうやなぁ。そんなに近づいてつっついてやるなよ。みや暇なのわかるだろ。こりゃお仕事を用意せねば。それではこの土地の再開発をがっつり始めるぞー。農地や土地だけどまた農場にするのか？地下農園のおかげですでに一部は溢れるほど食料あるぞ。食料は余裕あるから緑地で植林して丸太を作って、そのそばにすぐに加工できる工場も用意しましょ。ここならマンションからも近いし通勤も楽で良さそうだ。そして工事開始前にルートを確認してたら駅が思いっきり汚水まみれだったけん。臭そう。ビーバー通ったら病気になるかもしれないからこれも修正工事っと。安全第一。植林地の裏は丸太保管庫を建設する。ここも掘り下げて高さを合わせろ。フラットにして丸太を運びやすくする建築の匠。その結果10匹のビーバーが帰れなくなった。あごめんそっちの駅改修工事中だったよ。これには思わずマリサもアヘ顔。ってそのビーバーキメラ合体しちゃってるじゃねえか。あへえ。ぶっ飛ばすぞ。あマジすんません。さあビーバーたちよ、帰れない仲間のために爆薬の設置を急ぐのだー。早朝から爆破工作隊ビーバーがずらー。この調子なら午前中には救出完了するかな？だな。
はっぱー。ドカンと一気に整地完了。さあ大規模開発に取り掛かろうぜ。あいよ。まずは緑地の部分に森番の詰め所を配置して、奥側に丸太の倉庫を設置と。今回は横面配置じゃないのな。毎回同じじゃ芸がないので今回はちょいと変化つけました。効率度外視で見た目を優先するつもり。そりゃ完成が楽しみだ。植林の邪魔にならないように気をつけつつ、マンション直通の管路を不整列。丸太は建築でも使うからアクセスは良くしとかないとな。で管路の位置も決まったのでぐわっと植林指示。これは結構範囲広いな。丸太倉庫は2階建ての計20個、ちまちま設定がめんどくさし。保管量は丸太3600本、これだけあっても大した量は保管できないぜ。でその上にさらに板用の倉庫を積んで製材所を配置。集めた丸太を速攻で板に加工する。その板を使って歯車を作るので歯車倉庫をこちらにホイット。歯車が保管できる大きな倉庫の保管量は1200、これだけで2400、結構入るな。幸福度に影響しないので普段使わないフェンスを、今回は惜しみなく使ってみました。複数階層の建物でビーバーが落下しないようにと気を配る匠の気遣いの表れ。さらに突出部を使い上の階層を作って駆動。歯車用の倉庫の隣だからもちろん歯車工場を建設予定。そして左側にささっと歯車工場を設置して、右側は木材の加工場を配置しようとするもギリ3件入らない。原料の板を下で生産するから立地はいいが、数が置けないのはダメだな。しゃあないので土地確保のため、設計途中だけど追加の整地作業を開始。整地作業と並行して、仕事に飢えたビーバーたちも設計途中の工場の建設を開始した。で葉っぱで開けた穴に突出部を作って、なんとか木材加工所3軒分の場所を確保成功。これで綺麗に収まったぜ。さあビーバーたちよ、作業に取り掛かれー。一部のフライングビーバーたちがすでに地上部分の倉庫完成させてるがな。仕事早。どうせならこの部分にも鉄鋼関連施設を設置しちゃおうと、上部分も同時進行で整地を開始。ここだと鉱山と遠いから、スクラップの運搬がちと面倒になるな。後で近くの鉱山を開発するから問題ねー。あ、これ後回しにして忘れるパターンだ。てな感じで整地が終わったので、原料のスクラップと鉄を保管するための資材置き場を設置。綺麗にシンメトリーに並べる、これが匠のこだわり。製錬所は資材置き場の上でもよかったけど、なんとなく下の工場と繋がってそうな形にしてみました。今のビーバーの規模ならこれも3棟くらい建てれば十分かな？運搬員が運んでくるであろうスクラップは1階で、製錬した鉄は工場のある2階に保管を設定。細かい気配り入りまーす。保管量が足りないかと思い3階4階に資材置き場を追加。で最後に屋根をつけてそれっぽくして完成。いつもより気合の入った屋根のデザイン。煙突のつもりでつけた火鉢がチャームポイントでございます。ビーバー盆地工業本社工場、建設開始だー。会社の名前がだってシャフト接続、確認よーし。今回は縦に1本シャフト伸ばしただけの簡単接続。楽ちん設計。夫屋根を建設する足場がなかった。突出部ゴリ押し管路からぶん投げ工法で解決。鉄がたくさん必要な贅沢な工法。前回から進めてたモノ生産が軌道に乗ってきたので、食品工場でモノレーションの生産を開始。ビーバーたちの食卓を飾る一品がまた一つ追加された。せっせと建設を進めるビーバーを眺める日々。上の管路の駅が完成してなくて、ビーバーたちがぐるぐる回ってるのがなんか可愛いな。鉄骨や丸太を担いで階段登って360度回転。これはなかなか大変そう。ビーバーめっちゃ体幹強そう。存在を忘れかけてたけど、地下ベリーの植林と周囲の管路整備が終わってました。施設がうまく集約できてないが、なんだかんだで管路で高速運搬できてそうだ。ああ、スクラップの在庫がいつの間にかゼロに。スプドさん鉱山ワンオペです。ごめんこれはうっかり。建設中途半端だけど鉄の在庫なくなっちゃった。こりゃ追加の鉄が搬入されるまで工事滞りそうだ。でビーバーたちの幸福度を確認してみると、娯楽施設を使う楽しさが不十分な模様。遊ぶ時間が足りない。では労働時間を2時間減らしてあげましょ。ゆとりある生活ゲットだぜ。一晩経って49だった幸福度は54まで上昇。さてもっとビーバーたちを幸福にするぞー。次は何に着手する？記念碑の団結の炎がちょい足りてないみたい。そんなわけでみんながご飯を食べに集まる、倉庫街に2つ建設することにしました。いやこれ在庫ゼロの鉄が50個も必要なんだが。そのうちできりゃええんや。適当だな。
混雑していた泥風呂を追加で、立てまし。やる気出るトリウムの前か、うまくやればここからも干渉できそうだ。家も近いしみんな使ってくれるかな？そして夕方になって、仕事終わりのビーバーたちが群がるようにダッシュで到着。これは見事、満員御礼。作った甲斐があったな。幸福度もじわりとアップ。さらなる幸福を求めポンプ施設を移設して、シャワーを追加で設置。お宝池にたくさんシャワーあるけど、干ばつ中とかは使えないのがネックなんだよな。幸福度、60の大台を突破だロボに頼らずともビーバーたちは見事に幸福を手に入れた。まだ鉄不足で一部完成してないけど精錬所の稼働を開始。これで鉄不足も時間が解決してくれるかな？運搬員がゾロゾロと資材置き場にスクラップ運んでる。いい感じに生産が安定しそうだ。ビーバー盆地工業本社工場、完成ださあビーバーたちよ出社の時間だ。思う存分働くといい。マンションお宝直通の感度がきらめきビーバーたちが高速出勤。帰りも楽だからいっぱい遊べるぜ。これで工場は一段落ついたかなと思ったんだけどこうなると爆薬工場も近くに移設したい。そういや爆薬工場と遠心分離機はまだだったな。てなわけで追加工事を始めようと思い、建設候補地の測量を開始。倉庫以外にもタンクも置きたいからここだと地と狭いぜ。ので上を盛り土で広くして遠心分離機を設置することにしました。この管路の左側は汚水ポンプがあるから、原料の汚水の運搬も楽になりそうだな。汚水は爆薬生産にも使うから運搬が地味に大変。だな。で一番下を爆薬の保管庫にして、その上を爆薬工場にする予定。真ん中は工事がしにくいのでこれからルートを建設だぜ。スイミングプールからチラ見えするビーバー盆地工業が、そこはかとなくいい感じ。さらに奥に見える無限動力用の汚水の水道橋もなんか雰囲気あっていいぜ。いのちの水。大悪潮23日が無事終わったようだな。23と短かった割には貯水がちょっと危なかったよ。もう少し貯水も見直した方がいいかもしれんな。では元農場エリアの再開発がだいぶ形になったところでビーバー盆地工業本社を見つつ今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。元気の源です。PC の再インストールで辞書がまだ学習できてなくて、しばらく誤字脱字が多くなりそうだが気にしないでくれよ。まあもともと多いから大丈夫。開きな女。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。